どうもコロッケくださいです。今回は原神からフリーナのフィギュアを作ります。原神は皆さんご存知かとは思いますが、一応軽く内容を紹介します。原神はホヨバースが制作した新世代オープンワールド型アクション RPG です。主人公は双子の片割れを探すため、テイワットという大陸を旅するといった内容です。舞台であるそのテイワットは7人の神が統治する7つの国で構成されていまして、今回制作するフリーナはその7人の神のうちの1人です。ちなみに同じく神である雷電将軍のフィギュアを以前に作ったことがあります。フリーナはフォンテーヌという国を統治する水の神で、一人称が僕、見た目は中性的な感じの少女です。一見すると威厳がありそうな雰囲気をしていますが、実はかなりの見えっ張りで小物っぽいキャラだったりします。裁判前に緊張して夜眠れなかったり、挑発した相手に剣を向けられてビビったり、ポンコツかわいい。あと、フリーナはまつげが特徴的ですよね。まつげの先に小さい丸がくっついている。粘土だと先が折れそうなので、慎重に作業しなければ。さて、フリーナの体を作っているところですね。いつもは結構、ポンキュッポンな感じの体を作ることが多いので、このような華奢でスレンダーな体を作るのは久しぶりな気がします。ポンキュッポンなのが多いのには、性癖というのと別の理由もあって、体のラインにメリハリがある方が立体映えしやすいとか、いつも体は胸を持ってからそこを基準に作っていくので、胸に粘土をあまり盛らない体型の場合はいつもの基準で作りづらいとか、そういうフィギュア作る人目線でいろいろ考えてたりもするんですが、だからこそスレンダー系でバッチリ立体として決まると嬉しいですね。今回なんかもそうなんですが、全体的にスレンダーだからこそどこか一箇所の魅力が際立つみたいな、あると思います。この太ももにベルト巻いてるとこめっちゃ好きです。個人的にフリーナの一番の魅力は太ももだと思ってます。ベルトの締め付けで太ももの肉が少し食い込んでるところがドストライクです。こんな太ももしてて短パンだし、しかも短パンめっちゃ短いし、普通に足組んだりするし、けしからん神様ですね。まったく。手は別でざっくりと形を作ってから腕にくっつけます。その後、固めてから粘土を盛り、形を整えます。体が大体できたので、服を着せていきます。けしからんだけの短パン。粘土をしっかりと食いつかせます。スパチュラで細部を造形し、筆で表面を整えます。一度焼いてから上半身にも服を着せていきます。服を着せるときは体のラインが崩れないように気をつけます。後から足す服の分、気持ち細めに体を作るのでもいいかもですね。引き続き服を作っていきます。さらに衣装を追加します。盛る粘土は薄く伸ばし、ある程度サイズや形を合わせてから盛ります。スパチュラで形を整えます。今回、服が何層にもなっており、かなり情報量が多いです。作るのは大変ですが、情報量が多いとそれだけ見栄えも良くなるので、頑張って地道に作っていきます。ここで一度焼いて固め、腕に粘土を盛ります。シワを造形していきます。今回はパリッとしたかっこいい感じのシワを意識します。シワの形は現実でこうなるというよりは、フィギュア的な見栄えを重視しています。袖部分に
細くした粘土をどんどん持っていきます。スパチュラで細部を造形します。腕ができたら、さらに衣装を追加していきます。これも盛る前にある程度形を作ってから盛っています。固めてから形を整えるのは若干めんどくさいので、筒を作ります。スパチュラで造形していきます。筒を固めてからフリフリを造形します。細かい装飾を追加していきます。服の情報量は過去一多いかもです。髪の毛を作っていきます。細くした粘土をどんどん盛ります。前髪は特に粘土が厚くなりすぎないように注意しています。厚さで影の落ち方が結構変わるので、あと、横から見た時の見栄えなども。前髪ができたら一度固め、後ろ髪を作っていきます。外側に跳ねている毛、いいですよね。後ろの長い2本の髪の毛を作っていきます。アルミ線を芯にして粘土を盛ります。こまめに焼いて固めつつ、粘土をさらに盛っていきます。スパチュラで形を整えます。髪の毛を固めてから帽子を作ります。まず全体的なシルエットをスパチュラで整えて、それから装飾を追加していきます。服と同じく帽子も装飾が多い。最後に剣を作ります。真鍮線の芯に粘土を持っていきます。それから筆の柄で伸ばしたり、デザインナイフで削ったり、なんやかんやしてるうちに剣ができてきました。パーツが揃ったので組み立てます。原型完成です。塗装していきます。まずは全体に白サフを吹きます。肌の塗装です。1層目にはピンク色、2層目にはオレンジ色、3層目には肌色です。肌が濡れたらマスキングをして服を塗っていきます。服は結構濃いめの青なんですが、白下地に一発で濃い青はなかなかに色が乗りづらいので、何回かに分けて地道に塗っていきます。服の装飾を金色に塗ります。こういう細かい塗りはエアブラシでは難しいので筆を使います。色味を調整します。髪の毛の塗装です。髪の毛は全体的に薄い水色っぽい感じで、白のハイライトは強めです。肌の色を調整します。剣の装飾部分を金色に塗っていきます。やっと完成です。
3周年記念バージョンの台座も制作しました。原神は2023年9月28日で、リリースから3周年を迎えました。それを記念して現在、3周年イベントが開催中です。まず、3周年記念ガチャです。ヌビレットが新しく実装され、ガチャで引くことができます。また、プータオ復刻ガチャも開催中です。そして、新ストーリーと新イベントも追加されました。今ならログインボーナスで、原石など色々もらえます。動画の概要欄にダウンロードリンクを載せているので、ぜひ、ダウンロードして遊んでみてください。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。